は味噌豚大葉春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚味噌大葉春巻きを作っていきたいと思います。春巻きの具材に関しましては肉味噌を作って中に入れていきたいと思います。作り方にもね、ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。春巻きの皮、豚ひき肉、玉ねぎ、たけのこの水煮、大葉、生姜、にんにく、こちらの材料を使って作っていきます。まずひき肉なんですが、今回は豚ひき肉を使っていきます。お好みで鶏ひき肉または合いびき肉を使っていただいても OK です。そしてその他に玉ねぎとたけのこの水煮を入れていきます。今回私が使う水煮は細切りにしてあるものです。こちらはホールタイプを使っていただいても大丈夫です。そしてにんにくと生姜に関しましては今回生のものを使っていきますが、チューブタイプを使っていただいても OK です。その場合は小さじ1/2ほど入れてください。ただ生の方がね、香りが強いので生のものを用意できる場合はそちらを使っていただくのがおすすめです。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。味噌、お醤油、みりん、お酒、オイスターソース、お砂糖、片栗粉、薄力粉、お水、ごま油、あとは揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずお味噌なんですが、こちらはだし入りの合わせ味噌を使っていきます。そして味付けのポイントはオイスターソースです。オイスターソースを少し加えていただくことでコクのあるとても美味しい仕上がりになります。お酒に関しましては塩分の入っていない清酒を使うようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに具材の玉ねぎをみじん切りにします。みじん切りはね、やりやすい方法でやってください。では切っていきます。できるだけね、細かめにみじん切りにしてください。そうすることでね、具材の馴染みが良くなります。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いてたけのこの水煮です。こちらもね、同じようにみじん切りにしてください。このたけのこはね、食感のアクセントになるのでちょっと粗めのみじん切りで OK です。はい、たけのこはこのように切っておいてください。それでは続いてにんにくです。にんにくはまず半分に切って芽を取り除いてください。こちらは焦げだったりえぐみの原因になるので必ずね、取り除きましょう。そしたらこちらのにんにくもみじん切りにしてください。はい、にんにくはこれで OK です。続いて生姜ですね。まず皮を剥きましょう。そして生姜も同じようにみじん切りにしてください。はい、生姜はこれで OK です。にんにくと一緒に入れておきます。はい、それでは続いて大葉です。大葉はさっと水洗いして水分を拭き取ってください。そして茎のね、根元部分を揃えて茎の部分を切り落とします。大葉はこのように準備しておいてください。それでは続いて調味料を合わせていきます。まずですね、お味噌です。そしてお醤油、オイスターソース、まずこれだけ入れて混ぜましょう。お味噌がね、ダマにならないようにしっかり混ぜてください。はい、OK です。続いてここにみりん、そしてお砂糖、あとはお酒を入れます。これをよく混ぜましょう。これでお砂糖のね、シャリッという感じがなくなれば OK です。調味料はね、このようにあらかじめ混ぜておいてください。そうすることで作業がスムーズになると思います。では続いて水溶き片栗粉を作ります。まず片栗粉ですね。ここにお水を入れます。これでよく混ぜましょう。はい、水溶き片栗粉はこれで OK です。続いて水溶き薄力粉を作っていきます。こちらは春巻きを作る時に海苔として使っていきます。まず薄力粉です。続いてお水を入れます。これをよく混ぜてください。水溶き薄力粉はこれで OK です。それではね、具材を炒めていきます。まずフライパンにごま油です。そして火にかけましょう。火加減は中火です。そしたら続いてここにニンニクと生姜を入れてください。そして一度ね、生姜とニンニクの香りが立ってくるまで加熱してください。はい、
でこのようにじゅわじゅわっとして香りが立ってきたらひき肉を入れます。そして全体に広げてください。まずね、半分ぐらい火を通していきます。ちょっとこうやって押さえつけるようにね、焼いてみてください。はい、でこのようにね、半分ほど火が通ったら玉ねぎを加えます。そしてよく炒めましょう。このぐらい8割ほどですね、火が通ったらたけのこを加えます。そして混ぜましょう。たけのこが混ざったら、まだね、お肉が少し赤い状態で OK です。この段階で先ほど合わせておいた味噌だれを回しかけます。このようにね、お肉に完全に火が通る前に味付けしていただくことでしっかりね、味が馴染んできます。火加減はね、そのまま中火で OK です。これで水分がなくなるぐらいまで炒めていきましょう。はい、OK です。このぐらいですね、水分が飛んだら火を止めます。こうやった時に水分がね、流れ出てこないぐらいですね。このぐらいになってれば OK です。そしたら全体を広げて、先ほどね、作っておいた水溶き片栗粉をもう一度よく混ぜて、そして火を止めた状態で回しかけてください。火をつけた状態でやってしまうと塊になったりするので、必ず火を止めて、加えたら手早く混ぜてください。これもまだ火を止めた状態です。はい、でこのようによく混ざったら火にかけます。火加減中火です。このまま1分ぐらい炒めてください。しっかりね、片栗粉に火入れしていきます。はい、OK です。火を止めます。これで春巻きの具は完成です。今すごく熱い状態なので、一度バットに開けて冷ましたいと思います。ではバットに開けます。そして全体に広げましょう。はい、そして表面にピタッとラップを貼り付けてください。こちらは乾燥防止です。はい、でこのようにラップを貼り付けたら、このまま一度手で触れるぐらいになるまで粗熱を取ってください。はい、粗熱が取れました。そしたらですね、今回10個分なので10等分していきます。こちらはね、大体で OK です。はい、このように10等分にしてください。それでは巻いていきます。まず春巻きの皮なんですが、こちらね、ツルツルしてる面とザラザラしてる面があります。ザラザラしてる方が内側になるので、そちらを表にしてください。そしたらこの手前のところに具材を置きます。具材を置いたら、まず一巻きしてください。こんな感じです。そしたら両端を折りたたみます。折りたたんで、またくるっと2回転ぐらいさせてください。そしたらですね、この大葉のね、裏面を表にして、最後巻き終わりのところに大葉を挟みます。1.5 回転ぐらいしてからですね、大葉を挟みます。そして大葉と一緒に巻き込みましょう。くるくるくるっと。そして最後巻き終わりのところに水溶き薄力粉を塗ります。そしてくるっと巻いて、しっかりね、巻き終わりを止めてください。こんな感じです。大きさで言うとね、だいたい10センチから11センチぐらいの大きさになると思います。それでは残りも同じようにくるくる巻いていきます。はい、全部巻き終わりました。それでは今からこちらを油で揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れてください。はい、ちょっとたっぷりめの油ですね。たっぷりめの油で揚げていただくことで揚げ色もね、綺麗になります。そしたら火にかけます。今回は170度の油で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになってれば OK です。そしたら春巻きを入れていきます。やけどしないようにね、注意してください。これで両面いい揚げ色になるまで揚げましょう。はい、で1分ほど経ったら裏返します。はい、そしてまた揚げていきましょう。トータルでだいたい3分から4分ほどを目安に揚げていただくといいかなと思います。はい、でまたね、1分経ったら裏返して、今度はね、全体が均一にね、いい揚げ色になるように時折転がしながら揚げてください。ただあんまりね、動かしすぎると中の肉汁がね、外に飛び出て油が汚くなりやすくなるので、動かしすぎには注意してください。
はい、今ね4分ほど経ちました。このようにいい揚げ色になったら取り出してください。はい、このように美味しそうに揚がりました。表面もねサクサクです。それではね残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにね美味しそうに揚げ上がってます。揚げたものはですねだいたい3分ほど油を切って召し上がってください。これで完成です。はい、これで味噌豚大葉春巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はねこのように具材がたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。大葉の香りがアクセントになっててすごく美味しいです。そしてこの皮もパリッパリですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の味噌豚大葉春巻きのポイントです。まず今回豚のひき肉以外に玉ねぎとあとはたけのこの水煮を加えてます。このね2つの具材に関しましてはお好みのものを入れていただいて OK です。きのこを刻んで入れたりあとは長ネギを刻んで入れても美味しくいただけます。お好みでやってみてください。そして味付けのポイントなんですが、今回オイスターソースを加えてます。オイスターソースを少し加えていただくことでとても美味しい仕上がりになります。そして味付けの調味料に関しましては使う前に必ず全部合わせて置いておいてください。そうすることで味ムラもなく作業もスムーズに済むと思います。そして具材を炒める時なんですけれども、まずはじめに豚肉とあとは玉ねぎを炒めて豚肉に全部火が通る前に調味料を加えて混ぜてください。そうすることでしっかりね味を染み込ませることができます。そして水分が飛んだら一旦火を止めて水溶き片栗粉を回しかけて手早く混ぜてください。こちらをですね火にかけた状態でやってしまうと片栗粉がダマになってしまいますので注意していただけたらと思います。そして巻く時なんですが、巻く時はですね具材をまず触れるぐらいになるまで粗熱を取ってください。そして今回少し細めのサイズで10個分なのでもうちょっと太めに作りたい場合は8本分ぐらいになると思います。こちらは目安にしてみてください。そして巻く時なんですが、春巻きの皮のザラザラしてる方を上にして、そして手前に具材を置いて一巻きして両端を折り込んでまたくるくるっと巻いて巻き終わりぐらいになったら大葉を入れてそして巻き込んでください。巻き終わりの部分に関しましては水溶き薄力粉を塗ってしっかりとね口を閉じるようにしてください。この時ね具材が飛び出ないようにだけ注意していただけたらと思います。そして揚げる時に関しましてはだいたい170度ぐらいの油で3分から4分ほどを目安に揚げてみてください。味はねしっかりついてますのでこのまま美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大葉味噌豚春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。